ハロー皆さんこんにちは。ヴィーガンエリーです。今日は新型コロナウイルスとそして人類がこれからどのようにして生きていけばいいかについて考えてみたいと思います。まず本題に入る前に私の住んでいるイギリス・ロンドンの状況をアップデートします。この動画を撮っている2020年4月5日現在、今イギリスはロックダウン状態にあります。外出は最低限に控えるように言われています。食料の買い出しやお薬を買いに行ったりすること、そして1日1回のエクササイズに外出することが認められています。その際もソーシャルディスタンシングといって他の人と必ず2メートル以上の間を空けるように言われています。日本では今のところまだロックダウンは起きていませんし、厳しいルールはないみたいですが、今後どうなっていくのでしょうか。これ以上このウイルスの感染が流行しないことを心から願っております。今回の新型コロナウイルス COVID-19 は中国の武漢の食肉市場から広まった発生したと言われています。この新型コロナウイルスは人獣共通感染症Zoonotic Disease の一つで、人間ではない動物から種の壁を越えて人間に感染してしまうウイルスです。現在存在している感染症の4つのうちなんと3つが動物から感染したものだと言われています。そして現在の医療で知られている1400の病原体のうちなんと800が動物由来ということです。さて、日本や中国も含め世界的に畜産の方法としてスタンダードになってきているのが工場式畜産、ファクトリーファーミングです。この工場式畜産の場は様々な病気が蔓延する可能性があると言われています。今私たちが生きるこの時代の疫病に対する最大のリスクがこの工場式畜産と言われています。これはなぜかというと、遺伝子的に多様性の少ない動物がかなり密着した状態で収容されているということ、そして彼らはストレスが多いため免疫が落ちてしまっているということ、そして密室状態での長距離にわたる生きた状態での輸送、これらが理由に挙げられます。そして多くの伝染病学者の方々が現代の人類の公衆衛生に対する最大の脅威はこのような工場式畜産の場での抗生物質の使用だと言っています。抗生物質の入った動物を人間が消費することによって抗生物質に対して免疫ができてしまった病原体が増えるリスクが高まります。このようにできてしまった抗生物質に対して免疫のある病原体によって引き起こされる病気で、アメリカとヨーロッパのみで毎年5万人の死者が出ていると言われています。人間がこのまま動物の搾取を続け、同じ食習慣を続けていけば、この抗生物質に対して免疫を持ってしまった病原体のせいで2050年までに3億人の死者が出ると言われています。人間による動物性タンパク質の消費がパンデミックの最大の原因であると言われています。ここで人獣共通感染症 Zoonotic Disease の歴史を見てみましょう。1918年に大流行したスペイン風邪、こちらも鳥から人間に感染したと言われています。当時の人口の4分の1であった5億人が感染しています。そして2000万人から4000万人の死者が出ました。AIDS Institute によると HIV は人間がチンパンジーを食べたことによって発生したと言われています。イギリスで始まった狂牛病、こちらも1996年に人間に感染したことが認められています。そして2002年から2003年の間に発生した SARS、こちらは8000人以上の感染者を出し、800人以上の方々が亡くなりました。こちらもコウモリから中間宿主であるジャコウネコにまず移って、そこから人間に感染したと言われています。そして2009年には豚インフルで10万人から40万人の死者が出ました。そしてこの豚インフルによってその後も合併症で18万人の方々が亡くなっています。この豚インフルも元をたどっていけばアメリカのとある養豚場から発生したことが分かりました。そして現在大流行中のエボラも人間がコウモリを食べたことによって発生したと言われています。人間が動物を搾取することによって起こってきたこのような病気、その最新の例が今回の新型コロナウイルスです。人間の食習慣や食のシステムをこれから変えていかない限り、このようなことはまた起きてしまいます。今回の新型コロナウイルスがどこで発生したのかについてはまだリサーチが行われています。今のところ一番有力な説が、まずコウモリから仙山港に感染し、そして仙山港から人間に感染したという説です。それではどのようにこんなことが起きてしまったのでしょうか。その一説として
工場式畜産が関連しているのではないかと言われています。近年世界的に畜産の方法のスタンダードとなってきたのが工場式畜産ファクトリーファーミングです。中国も例外ではありません。中国でもこのように大規模な工場式畜産の方法が取られ始めて、それまで経営してきた小さな規模の畜産農家の方々は金銭的にも地理的にも追いやられてしまいました。そのような小規模な農家の方々が始めたのが野生動物を飼育する畜産です。そして彼らが経営している小規模の畜産農家は森の近くに移ってしまったため、森に住んでいる野生のコウモリから彼らが飼育している仙山港にウイルスが移ったのではないかと言われています。中国で工場式畜産がここまでスタンダード化した背景には世界的なお金の流れもあります。例えば一つの例としては、ゴールドマン・サックスは中国の鶏肉産業に投資をしています。他にもイギリス政府も実は中国のこのようないわゆるウェットマーケット、生きた動物を扱う食肉市場を衛生面で危険があると知りつつもビジネスチャンスとしても捉えています。実際イギリス政府はイギリス人に対しては旅行の際にはウェットマーケットを訪れるなと注意しています。2018年には Brexit、イギリスの EU 離脱後の対外ビジネスの減少を恐れて中国への輸出の意欲を示して過去最大の50人のビジネスリーダーを連れて武漢を訪れています。この際取引協定を結んで中国の食肉安全規格を下げることに成功しています。狂牛病以来禁じられていたイギリスの牛肉を輸出できるようになりました。他にも生きたままの汚染の恐れのあったカニの輸入禁止も解除させて、そのマーケットも開きました。このどれもがウェットマーケットで売られる可能性があることを知った上での決断です。このように感染症の根本的な原因を突き詰めて見ていくと、ただ単に地理的にどこから広がったのかを見るだけでは足りないということがわかると思います。根本的な原因を探るには世界的なお金の流れを見ていくことも大切だと言われています。このように考えていくと、決して一つの国や文化だけを非難することはできないということがわかると思います。もっと大きな目で見ると世界的な流れが関わっていて、私たち自身も責任逃れすることはできないと思います。そして人獣共通感染症の歴史を見ていただければわかるように、一つの国や文化だけで起こるものではありません。これまでの歴史を見てもわかるように、どのような国や文化でも起きうることなのです。ここで新型コロナウイルスとともに残念ながら発生してしまっているゼノフォビア、外国人嫌悪についても考えてみたいと思います。皆さんもニュースで目にしていると思いますが、今世界中のあちこちで中国人、そしてアジア系の人々が差別され攻撃される事件が起きています。これはまさに先ほどもお話ししたように、一つの国や文化だけを責める、そのような考えから生まれているのではないでしょうか。自分とは関係ない世界の裏側の国や文化を非難することはとても簡単なことです。なぜなら自分には責任がないと思えるからです。コウモリや仙山港を食べることは果たして豚や牛や鳥を食べることと違いがあるのでしょうか。さて、今世界中がロックダウンになっている中、早く普段通りの生活に戻れないかな、戻れるといいなという声をよく聞きます。しかし果たしてこれまで通りの普段通りの生活に戻ることが解決になるのでしょうか。今世界中の政府が新型コロナウイルスの影響をどのように抑えられるか、様々な政策を打ち出しています。しかしここで覚えておきたいのが、このような政策は全て影響を抑えるだけのものであり、今回のような感染症の根本的な原因をなくすための政策ではないということです。今回の状況が落ち着いた後、これまでの食システムが変わらずにこのまま動物の搾取を続けていけば、このようなことはまた起きてしまいます。今回の信じられないくらいの医療関係の方々の努力や犠牲が水の泡となってしまいます。今こそ今回のこの危機で学んだことを生かして、人類として自分たちの食システムや消費システムと素直に向き合い、見直していく時なのではないでしょうか。Good Food Institute の Dr. Respect も2020年今年は、私たち人類は自分たちに素直に向き合わなければいけない。このままの食システムではダメだ。このシステムは崩壊している。現在の食システムは非効率的であり、危険であり、そして持続可能ではないと言っています。この新型コロナウイルスによる危機によって、
社会のさまざまな問題が浮き彫りになったと思います。社会的な階級が存在するという事実が普段よりもクリアになったと思いますし、このような病気の危機があるときにその階級によって影響を受ける度合いが違うということも分かったと思います。ホームレスの方々への居住設備がなく安全を確保できないという問題、そしてヘルスケアの重要さとその予算削減をすることの危険さも分かったと思います。そして経済と人の命を天秤にかけるような政治の仕組みも明らかになったと思います。そして自分自身や家族の健康を守りたいけれども生活のために今でも仕事に毎日行かなければいけない人々、そのような労働者たちの権利が欠如しているということ、過去数十年で築き上げられてきた大量生産と大量消費の社会、それは地球破壊や気候変動、そして計り知れない動物の苦しみを生むだけではなく、このようにして人類自身にとっても危害があるということが分かったと思います。このように私たちが今学んだことを生かして、これからは利益よりも思いやりを大切にしていくような社会になっていけばいいなと思います。国や言語の壁、文化の壁を乗り越えて人類すべてが一緒に面しているこの危機、今だからこそこの地球をみんなで分け合っているんだという感覚を感じていらっしゃる方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。そしてもちろんこの地球は人間だけではなく他の動物とも分け合っています。今回の新型コロナも実はチンパンジーやゴリラ、そしてオランウータンに人間から感染するのではないかと言われています。もうすでに人間による森林破壊で彼らは絶滅の道に向かっています。そこに加えてまた人間が動物を搾取することによって引き起こるこのような感染症、これによってさらに彼らの絶滅への道を早めてしまう可能性があります。人類が動物性タンパク質を消費する、動物を食べるというこの文化はもちろん何兆もの動物の苦しみを引き起こし、犠牲を引き起こし、そして気候変動も引き起こし、人間を含む多くの動物を絶滅に追い込んでいます。そしてこのようにパンデミックを引き起こすリスクも高めます。このように計り知れない犠牲を生む動物を食べるという行為はこれからも自分個人のチョイスだと言い切れるのでしょうか。最後まで見ていただいてありがとうございました。これ以上パンデミックが広がらないことを心から願っています。